私のメイクの中ではアイメイクが主役なので、アイシャドウも2種類を行ったり来たりして使っているんですけど、目の主役にしたメイクをやってみたいなと思った方はぜひ。皆さんこんにちは、玉野マナーです。普段はレコジョというアイドルグループで活動しています。メイクとソードアートオンラインのアスナちゃんをガチ恋しているタイプの人間です。今日は普段メイクをしましたので参考にしていただけたらすごい嬉しいです。それでは最後までゆっくり見ていってください。最初に使うのはこちら、豆乳イソフラボンの化粧水です。こちらしっとり感、お肌のしっとり感を出してくれるのに加えて弾力、持ち肌を作ってくれるので一番お気に入りの化粧水になります。次に使うのはこちらのニベアクリーム青い缶のものになりますね。こちらはもう本当におすすめで、年中どうしても冬のイメージが強い方が多いと思うんですけど、年中使っていただきたいものになって、やはりメイクをする上で乾燥が大敵になるので、乾燥からお肌を守るために下地として使ってほしいです。はい、次に使うのがこちら、アネッサパーフェクト UV アクアブースターになります。やはりこちらも紫外線というのが女性の大敵になっていて、女性だけじゃないですね、男性の方にもぜひとも使っていただきたいものになって、こちら顔と体両方使えるものなので、お肌が弱い方でも、私もすごい弱いんですけど安心して使える一本になっています。はい、そしてセザンヌの皮脂テカリ防止下地、こちらはですね、私すごく汗をかく、よく言うと代謝がすごくいいんですけど、それでどうしてもメイクをしていて時間が経つとテカってきてしまうんですね。でそれを防止してくれるのにすごくおすすめで、プチプラなので使いやすいので、テカリが気になる方だったり汗を普段よくかくよという方は使ってほしいですね。そしておすすめなのは目の周りや鼻の周り、あと頬の一番高いチークをのせる位置に塗っていただけるといいかなと思います。そして次はこちらのポール&ジョープロテクティングファンデーションプライマー S の01番になります。こちらいろんな種類が出ているんですけど、ピンクベージュとなっている01番のお色を使っています。そしてなんといってもこれにも、日焼け止めが入っているので、下地迷われている方はこれがすごくおすすめです。それでピンクベージュを使うことで、白飛びしすぎず健康的な肌に見せてくれるので、普段メイクには一番この01番がおすすめです。そして次はこちら、マジョリカマジョルカミルキースキンリメーカーです。こちらファンデーションになるんですけど、すごくおすすめで、私自身ファンデーションがすごく苦手で、どうしても厚塗り感が出てしまったり、逆に毛穴が目立ってしまったりして、お肌が少しボロボロに見えてしまうっていうので悩まれている方いると思うんですよね。でそういう方にぜひとも使っていただきたくて、この形からするとクッションファンデのようにも見えるんですけど、ファンデーションとクッションファンデの間で触っていただくとすごいサラサラなんですよ。なので一塗りで毛穴もすごく綺麗に隠してくれて、ベタベタしないしサラサラしていて、ファンデーションが苦手の方、そしてクッションファンデが苦手だよっていう方にもおすすめの一つになっています。もうこれはリピートしてます、ずっと。そして次はこちらですね、セザンヌパレントコンシーラーになります。こちらは何といってもクマ、くすみ、シミなどを隠してくれるのにすごいおすすめで、特に私はクマがすごい出てしまうタイプの人間でですね、涙袋の影だったり、あと時間が経ってくると目の周りの皮膚ってすごい薄いので、どうしてもくすんでしまったりしてしまうのをカバーするのにこれを使っています。なのでメイク直しの時にもこれ一つあるだけで、ファンデーションとか塗り直さなくても気になるところだけ直せるので、すごいおすすめです。次はセザンヌのフェイスコントロールカラーになります。こちらはシェーディングですね。もう本当に気になる部分だったり、やはりメイクをする上で自分の
コンプレックスだったり、こういうところ嫌だなっていうところってあると思うんですよ。でそこをカバーしていただきたくて、で私も自分の骨格があまり好きじゃないので、それをカバーするのにもう一番の味方になってくれてるシェーディングです。はい、私はアイシャドウ2つを使っています。どちらもマジョリカさんで、1つがこちらですね、マジョルックのイルミネーターの方ですね。まずこちらから使う理由として、一番上のこの一番明るいお色がクリームシャドウになっているんですよね。なのでこれをアイホールに全体に塗ることで乾燥からも守ってくれるし、ラメの粒子もすごく細かいので本当に上品な目元にしてくれるので、こちらアイホールに使っております。そして次に使うのがこの左下のこの薄いピンク色になりますね。これはさっきのこのクリームシャドウに比べるとラメの粒は大きくなります。でこれを二重の幅のところにのせることで瞬きするたびにこの大きめのラメがキラキラしてくれるので、すごいおすすめですね。このラメの大きさの使い分けっていうのはすごいおすすめです。そして次にこちらのもう一つの方ですね、ジュエリングアイズの方になります。で次に使うのはこちらの左下のピンク色のカラーになります。アイシャドウの中でこの色が私の今回のメイクの主役になっています。ピンクメイクには欠かせないお色になっていて、これはさっきの、ラメの大きさでいくとそうですね、真ん中ぐらいですかね。クリームシャドウともう一つラメの大きいものとの中間になっているんですけど、すごい馴染みも良くて色も発色も綺麗なのでこれがおすすめです。そして最後にポイントメイクとしてこちらの一番右端の紫色を使いました。そしてこの付属のチップの細いものを使ってアイラインを引くところに引いてあげるとすごいアクセントになって、でそのまま涙袋の目尻にもその紫をのせてもらって、目を少し幅を広く見せるっていう役目とメイクのアクセントになってくれるので、この紫もすごくおすすめです。そしてこちらはインテグレートのウォーターバームシャドウ BR の373になります。こちらですね、開けていただくとクリームシャドウになっていて、すごい触ってびっくりすると思うんですけど、ジェルっぽい感じになっていてですね、これを主役として使うこともできるんですけど、私は締め色として先ほど涙袋の目尻部分に紫を少し入れたと思うんですけど、そこの上にこれを入れています。そうすると全体が目が締まりができるので、目も大きく見せてくれるし、華やかに、そして上品に、そんな目元にしてくれるのでおすすめです。はい、そして今回涙袋に使ったのが先ほど紹介したマジョリカのマジョルックイルミネーターになります。これの一番上のクリームシャドウ、もう本当にこの子万能なのですっごくおすすめです。でこれを先ほど涙袋の目尻の部分は紫を重ねて、その後インテグレートを重ねたんですけど、何も塗っていない部分にこのクリームシャドウをのせます。そうすると影がしっかりできるので、涙袋をプルプル見せてくれるのでおすすめです。アイブロウにはキャンメイクミックスアイブロウ04番を使っています。この色を選ぶ時のおすすめなんですけど、私今髪の毛が地毛の色なんですよね。で地毛に合わせて眉毛を描いた方がすごく可愛くておしゃれに見えるので、髪の色に近いものを探して選んでます。でこの中では一番濃い部分を使っていて、で特に私眉毛も自分の本来持っている自然な眉毛を生かしていてですね、で、ポイントとしては眉毛の端から描いていくっていうのがおすすめで、特に眉毛の下の部分を描いてあげることで平行な眉毛を、山形っていうよりは平行な眉毛を作ることができるので、下を
しっかり描くイメージで描いています。そして最後にこのブラシで確認したところがあるんですけど、この黒目のラインからその先が眉毛の一番高いところになって、目の端のところを円柱で引いてもらうと眉毛の終わりになるように、それで描いています。それがすごく綺麗に描ける眉毛だと思うので、ぜひ試してみてください。はい、そしてアイライナーはこちらのラブライナーのリキッドアイライナー CC3 を使っています。こちらおすすめなのは筆先がすごく細いので、描き慣れていないよっていう方にもすごいおすすめになっていて、で、私は目尻をしっかり引いて、あとはまつげの生え際にちょん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 っていう感じでラインを引いています。それはなんでかって言いますと、しっかりラインを引いてしまうと二重との幅が狭くなってしまうので、目が小さく見えてしまったり、パンダ目になりやすかったりしてしまうので、そういう引き方をしています。そしてラインの色もこれブラウンを使っているんですけど、真っ黒のブラック、漆黒っていうタイプを使ってしまうと、それもパンダ目っぽくなってしまって、あと目がきつく見えすぎてしまうので、ブラウンを使って引いています。はい、そしてビューラーはロフトのビューラーを使用しています。これすごくおすすめなんですよね。この硬さ、ビューラーの硬さが他のメーカーさんと比べると硬いんですよ。なので力の入れ具合によって角度がつけやすいので、すごいおすすめなのと、このビューラーの幅が広いんですよね。なので一気にまつげを挟んであげることができるので、均等に全てのまつげをカールすることができるので、すごいおすすめです。はい、そして色もなんかメタリックなブラックな色で、他にない色になっているので、もう自分だけのマイビューラーっていう感じがしてすごいお気に入りです。マスカラは2本使っています。まず最初に使うのはレジャブのキープのタイプなので、マスカラで上げた形をキープするのに最初にこれを使います。で、これを多めに使ってほしくて、なんでかっていうとですね、このコームの部分が短くて硬いんですよ。なので、まつげによっては癖がついてしまっている方もいると思うので、それを直すのにおすすめなコームなので、これをたっぷり使ってまずまつげの形を作ります。そして次にまた同じくデジャビュのロングタイプ、こちらで最後の仕上げでキープしたまつげをさらにロングにするっていう感じで最後に使っています。こちら結構ブラシが長めなんですよね。それとすごいマスカラの素材も柔らかめ、ちょっと水っぽいって表現するのがいいのかわからないんですけど、なのであまりつけすぎてしまうとまつげがダマになってしまうので、しっかりこちらの方は落としてから長さをアップ、ロングにするためだけに使っていただくとすごいおすすめです。そしてやはりまつげは下まつげもすごく大事なので、こちら両方のキープタイプもロングタイプも下まつげも同様に塗っていくと可愛い目元になるかと思います。はい、そして最後はリップになります。まず最初に下地としてバセリンの唇全体に塗って乾燥を防ぎます。そして次にこちらのレブロンのマットリップの01番を使っています。この色なんですけど、普段の唇、何も口紅を塗っていない状態の口に近いお色を選んでいて、これがリップのベースみたいなイメージで使っています。そして一番の主役になるのがポール&ジョーの口紅になりますね。はい。で、私はですね、カラーの肌の色がブルーベースなので、サーモンピンクとかが似合わない肌なんですよ。なのでこの青みがかった
ピンクを選ぶようにしています。私とは逆にイエローベースの方はサーモンピンクがすごいお似合いになるので、春のメイクとか本当に似合うと思います。そして最後にこのアナスイのグロスを使っています。このグロスで最後ツヤ出しに、でラメもすごい細かいので光の当たる角度によって見え方だったりツヤ感、きらめきの感じが変わってくるので、最後に一塗りするだけで気分もぐっと上がる一本になってます。はい、いかがだったでしょうか。私のメイクの中ではアイメイクが主役なので、アイシャドウも2種類を行ったり来たりして使っているんですけど、目の主役にしたメイクをやってみたいなと思った方はぜひこれからも動画たくさん上げていきたいと思いますので見ていってください。よろしくお願いします。それではこちらのチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。たまのマナーでした。バイバーイ。